こんにちは、村雲です。今回の動画では、先日レクサスから一部改良が実施された、レクサス初のピュア EV である RG の内外装紹介を、改良ポイントに焦点を当てながら紹介していきます。おまけの予想も最後にありますので、ぜひとも最後までご覧ください。まずはグレード構成になります。現在、RG に設定されているグレードはバージョン L のみとなっていますが、今回の年次改良のタイミングで4駆仕様の 450E に加えて、前輪駆動仕様の 300E が追加されました。車両価格はご覧の通りとなっています。もともとベースグレードが存在せず、装備などは充実している代わりに、スタート価格が非常に高額であった RG にとって、購入のハードルが少しでも下がる結果になっているかと思います。この廉価仕様である 300E 含め、装備内容を後ほど紹介していきます。続いて、パワートレーンについてです。パワートレーンに関しては 450E がフロントに 150kW のモーター、リアに 80kW のモーターを搭載した 4WD モデルとなっています。それに対し、300E ではフロントに 150kW のモーターのみを搭載した前輪駆動モデルとなっています。450E の場合、モーター自体は兄弟車といって差し支えのないトヨタ自動車の BG4X に搭載されているモーターユニットと同一ですが、異なる点は BG4X はフロント、リアともに 80kW の 4WD となっていました。そのため、BG4X よりもより強力なパワートレーンとなっており、システム最高出力は 230kW、約310馬力となり、合計のトルクは 435N とかなり強力なものとなります。また、この強力なモーターの特性を生かしたダイレクト4と呼ばれるシステムの採用が今回の RG の最大の特徴として挙げられます。こちらは前輪と後輪のトルク配分を0から100までシームレスへと切り替えるシステムであり、これを実施することで発進時の車両のぐらつきの軽減や安定したコーナリング挙動などに寄与できるそうです。強力なモーターによる滑らかな加速と安定した車両の挙動が合わさり、レクサスらしいすっきりとした乗り味が表現されているそうです。注意点としてはこのすっきりとした乗り味に大きく寄与するであろうハンドルの動きを電気信号で伝えることで必要な路面情報のみをドライバーに伝達するステアバイワイヤシステムは現時点では採用されていない点があり、RG の本領はまだ発揮できる状態ではないのかもしれません。そちらに対して 300E に関しては最高出力約203馬力、最大トルク 266N となっており、兄弟車の BG4X と同等となっています。スペックとしては 450E に劣ってしまいますが、BG4X の前輪駆動モデルに試乗した際に、街乗りや中間加速において不満を感じることはありませんでしたので、RG に関しても車両重量が 450E と比較して、100キロ以上軽くなっていることも踏まえると、特に心配する必要はないかと思います。加えて、リアサスペンションメンバーを前輪駆動用に新たに開発するなど改良が行われていることで、450E と同等の走りを実現できるよう装備も充実しています。バッテリー容量は両仕様ともに 71.4kWh となっており、BG4X と変わりませんが、450E に関してはより強力なモーターを搭載しているため、航続可能距離は約 494km、300E に関しては約 599km となっています。加えて今回の改良のタイミングで急速充電速度の向上に寄与する電池急速消音システムが採用されたことで、低外気温下における急速充電時間を短縮され、使い勝手の向上が図られています。また、航続距離を最大化するレンジモードも採用されていたり、10年20万キロまでの間のバッテリー無償交換サービスや、
レクサスディーラーへの急速充電器設置などを行うレクサスエレクトリファイドプログラムの開始などサービス面での EV ライフのサポートが充実している点がレクサスブランドらしい点かと思います。続いて内外装飾、まずは外反色についてです。外反色にはご覧の全9パターンの設定があります。グレードがバージョン L 一択であるために F スポーツ専用色が選択できないなど選択肢が限られている点が残念なところですが、ソニックカッパーやイーサーメタリックといった EV らしい先進感を感じさせる外反色が設定されている点が特徴です。内装色に関してはご覧の3パターンが設定されており、こちらも F スポーツの設定がないためホワイトやレッド内装の設定はありません。また素材に関しては全てウルトラスエードとなっており、本革素材の設定はオプションでも設定されていないため、気になる方は手触りなど実際に体感してみることをお勧めします。外観紹介、まずはフロントフェイスからです。この RG は EV であるため冷却性能がエンジン車ほど必要なく、レクサスの象徴であるスピンドルグリルのような大開口は必要ありません。結果としてグリル開口幅は最小限となり、ほとんどがボディカラーで塗装されています。そのためこの車両には新たなデザインコンセプトであるスピンドルボディが採用されています。これはスピンドルの形状をボディ全体まで拡張させたデザインコンセプトであり、フロントフェイスで形成されたスピンドル形状のラインがボディサイドにまで拡張され、スピンドル形状を起点にボディが形作られているのがよくわかります。またライト下部がブラックアウトされていることでカラーが反転したスピンドルが形成されており、アロー型のデイタイムライトも相まってレクサス車であることも主張できており、すでにレクサスの EV 版のデザインが確立している印象です。ライト下部のこの糸巻き形状の名残の部分とブラック部分との境目は開口しておらず、デザイン要素となっています。このあたりにレクサスのこだわりを感じます。室内照明では分かりづらいですが、レクサスエンブレムが発光する装備が与えられており、夜間などの存在感の主張と所有満足感が得られそうです。ただ、その上のカメラユニット部が少し目立っていて残念ですので、私の場合、通常のバイトーンもしくはブラックのボディカラーを選択し、目立たせなくするかもです。ライトユニットのデザインはこのようになっており、おなじみのアロー型のデイタイムライトが上部に配置されたものとなっています。従来のレクサス車と異なる点は2つあり、1つ目はウインカーの発光パターンであり、画像のように3つのウインカーライトで構成されています。従来のレクサス車のようなライン形状で発光しないことが特徴です。また NX で採用されているような三眼のライトユニットではなく単眼のライトユニットであることも従来と異なります。単眼状態であっても対向車などを検知し暴減することでハイビームをより積極的に活用するアダプティブハイビーム機能は搭載されていますが、個人的にはレクサスおなじみの三眼 LED ライトがデザイン的には好みですね。改めてフロントフェイス周りですが、NX から採用が始まった切り立ったスピンドル形状がカラードされることで、ボンネットなどに入っているラインのシャープさが際立ち、どちらかというと EV が後発となっているレクサスですが、EV らしい先進感とレクサスブランドデザインの両立を果たしたデザインが素直にかっこいいと思えました。サイドに回り込んできました。RG のボディサイズは全長 4805mm、全幅 1895mm、全高 1635mm、ホイールベースが 2850mm となっています。このサイズは BG4X と比較すると全長プラス 115mm、全幅プラス 35mm、全高マイナス 15mm となっており、よりロー&ワイドな SUV となっており、NX と RX の中間に位置するサイズ感となっています。全長が長くなっているのに対し、
ホイールベースは BG4X から変わっていませんが、後ほど紹介しますが、もともとこのセグメントの中ではホイールベースがかなり大きく取られていますので、室内の快適性としては損なわれていませんでした。サイドのデザインに関しては、フロントフェースの紹介の際に触れたスピンドルボディのコンセプトにのっとったラインが入っており、サイドから見ると、フロントのスピンドル形状から伸びたラインが連続してつながっており、サイドのデザインを形成していることがよくわかります。また、ボディ後端のルーフの傾斜がかなりきつく設けられており、この傾斜角はクーペライクな SUV である UX 以上であると思われます。結果として斜め後ろから見た際のスポーティ感はかなりのものであり、C ピラー部分がブラックアウトされ、ルーフがフローティングしているように錯覚させることで目線が下に落ち、ボディの抑揚と相まって SUV らしからぬスポーティ感が演出されています。ボディサイドには EV のため、充電ポートが設けられており、90kW の充電設備を使用した場合、約40分で 80% 充電まで完了できる性能を備えています。ホイールデザインはこのようになっており、こちらはファーストエディション専用のブラックホイールとなっており、通常の 300E、450E ではそれぞれご覧のホイールデザインとなっており、オプション変更可能ですが、サイズなどが異なるため注意となっています。ちなみに走りに関する装備としてパフォーマンスダンパーが挙げられますが、こちらは 300E の場合オプション装備となっており、20インチホイールをオプション選択した場合などに装備されます。乗り心地に影響する部分かと思いますので要検討となっています。また RG には周波数感応式のショックアブソーバーが採用されていることが足回り装備での BG4X との大きな違いとなります。こちらは路面入力の振動周波数に応じてサスペンションの減衰力を変えるものであり、一発入力である大きな段差乗り越えや凹凸路面など異なる路面状況に適切な減衰を車両が選択することで、乗り心地と操縦安定性の両立を図るものだそうです。リアに回り込んできました。リアデザインで印象的なのが、サイドからリアのダックテール形状の後端にかけての絞り込みとなります。斜めから見るとよくわかりますが、C ピラー付近からのサイドのラインが中央に向けて絞り込まれていることがよくわかります。この空力解析結果からもサイドを沿った空気の流れがリアのダックテールへと導かれていることがよくわかり、相当空力を意識したデザインであることがわかり、それが結果的に機能美となり、かっこよさにつながっていると思います。テールライトのデザインは NX のような L 字の組み合わせのものとはまた異なり、レクサスのロゴが埋め込まれた一文字のシャープなデザインであり、薄型も相まって非常に先進的なデザインとなっています。EV であるため、マフラーはなく、リアの下部は非常にシンプルなデザインとなっています。この辺りもピアノブラックのパーツが採用されていることから都会派 SUV のデザインであることがよくわかります。ルーフには BG4X と似た形状の2分割されたルーフスポイラーが装着されています。こちらも画像の通り、空力的に大きな意味を持ったパーツであり、ボディサイドからの風流れを整流する役割を持った機能部品となっています。続いて内装紹介。まずはトランク容量からになります。トランク容量はご覧の通り、非常に広大になっており、BG4X よりも全長が伸びている点が生かされているように思います。サイドのえぐりも大きく取られていることで非常に使い勝手が良さそうです。トランクの間口にも金属の加色が施されていることで質感が担保されており、フラットな間口となっていることで荷物の出し入れも行いやすそうです。床下収納もそれなりの容量が確保されていますが、
こちらには基本的に充電ケーブルを格納することになりそうです。また左サイドには AC100V の外部給電用ポートが用意されており、1500W までの外部給電を行うことが可能となっている点が災害時などに非常に心強いです。鉱石を倒すことでご覧の通り、ほぼフラットに荷室を拡大することも可能ですので、実生活において不満に思うことはないかと思います。ただ一点残念な点が鉱石シートレイアウトが6対4の分割化頭であるため、4人乗車時の長尺ものの運搬が苦手な点ですね。SUV のため、アクティブな趣味に活用する方も多いと考えられるため、そのあたりの使い勝手にも配慮いただきたかったです。続いて運転席周りになります。運転席のドア内張りはこのようになっており、ほぼ大部分をスウェード素材で覆われた比較的シンプルなデザインとなっていますが、アームレストには革素材が使用されていたり、ウィンドウスイッチ周りにメッキ加色が施されていたりと高い質感が担保されています。また、この車両には、その他のレクサス車同様、スイッチ式の開閉システムである E ラッチが採用されており、スムーズなドアの開閉と予防安全装備と連動した安全システムを備えた装備となっています。加えて、シンプルな面に陰影を用いたイルミネーションを投影するシステムが装備されており、素材の質感と光の演出によって質感がより高められています。乗り込む際は開口幅が十分取られていることで頭をかがめたりする必要はありませんでしたが、バッテリーを床下に収納している都合なのか、少し床が高い印象であり、足の運びとしては大きめの印象です。ハンドルはこのようになっており、左側にオーディオ操作系、右側に運転支援系の操作パネルを埋め込まれたものとなっており、ヘッドアップディスプレイと連動したタッチトレーサーシステムによって目線を切らずに各種情報へとアクセス可能なものとなっています。メーターデザインはこのようになっており、中央がフル液晶となっている TFT デジタルメーターとなっています。視認性は非常にいいのですが、情報表示量に関しては最新のトヨタ車に採用されているフル液晶メーターにも劣ってしまっている印象ですので、少し残念です。ただ、この情報表示量の少なさを補うカラーのヘッドアップディスプレイなどが標準装備となっていますので、そこまで不満に感じることはないかもしれません。安全装備に関しては右左折時の車両なども検知するプリクラッシュセーフティや渋滞時の運転支援を実施する最新世代のレクサスセーフティシステムが装備されており、非常に安心感があるとともに車両周囲の情報を表示するパノラミックビューモニターも標準装備となっているため、誰でも不満なく運転できる環境が整えられている印象です。ただ、さらなる支援装備である車両が駐車時の操作を実施してくれるアドバンスドパークの駐車機能はオプションとなっているため、注意です。運転視界はこのようになっており、スポーティーなシルエットではありますが、ドアミラー付近の視界が確保されていたり、大型ではありますがナビの両線が視界と被らないよう配慮されていたり、斜め後ろの視界も悪くないことから考えても、先ほどの運転支援機能と合わせ、運転が苦手な人でも問題なく乗りこなせることと思います。ナビ画面はこのようになっており、14インチの大型ナビが標準装備となっています。画面の操作性もサクサクといった印象で、ドライバーに向けてオフセットされていることで包まれ感と視線移動を少なく情報を得ることができるので運転に集中しやすい環境が整えられている印象です。その下にはエアコン関連やシートヒーター、シートベンチレーションの機能などがナビ画面上に集約されていることで、一部を除き、ほとんどの物理ボタンが廃止となっています。物理ボタンがなくなることで直感的な操作ができなくなる点は、少し心配なところであり、慣れが必要な要素かと思います。加えて、ドライブモード選択ボタンもナビ画面内に集約されていることで、こちらを操作することで、
ドライブモードが切り替えられ、メータ表示もこのように変化します。一手間増えてしまうことは残念ですが、物理ボタンの場合、ソフトウェアアップデートの適用範囲が絞られてしまう懸念があるため、致し方ないのかなと思います。その下には USB ポートやパノラミックビューモニターのボタンやアドバンスドパークのボタンが配置されています。そしてその奥には置くだけ充電スペースが設けられており、こちらはオプションとなっています。センターアームレストは円炭フィルムで覆われていることでサラッとした食感となっており、スウェード素材とマッチした触り心地で内装の世界観が統一されています。シフトはレクサスとしては初採用のダイヤル式シフトとなっており、コンパクトな設計となっていることでシンプルな内装に溶け込んでいます。BG4X と同様の装備となりますが、シルバー化色が追加されていたりとレクサスクオリティによって差別化がなされています。その横には縦置きのドリンクホルダーがあります。アームレストはレクサスおなじみの運転席、助手席、どちらからでも開閉できる仕様のものが採用されており、深さも十分なものとなっていました。内装でのその他の注意点としてはグローブボックスがない点です。これはより効率よく室内を温め、EV の航続距離に影響する暖房の使用を控えるための装備である、輻射ヒーターが採用されているためであり、こちらはレスオプションにすることもできませんので、車検証などの収納には少し工夫が必要かもしれません。シートの形状はこのようになっており、全体がスウェード素材に覆われたサラサラした食感が気持ちのいいシートとなっています。F スポーツ仕様は存在しないため、スポーツシートの設定はありませんが、サイドの張り出しが大きな立体感のあるシートとなっており、スウェード素材であることも相まって、ドライバーの体の動きを支えるシートとなっていると言えます。快適装備としてはシートヒーター、シートベンチレーションともに標準装備となっており、隙なしの質感となっています。続いて後席についてです。後席ドア内張りはこのようになっており、こちらも運転席同様、スウェード素材がふんだんに使用されている点や本革素材の使用や E ラッチの採用が行われていることで、全席同等の質感が担保されていました。乗り込みに関してはルーフが非常に傾斜しているデザインではありましたが、後席の頭上スペースは担保されています。ただ前席同様、床は少し高い印象でしたので、足は少し乗り上げるような形にはなりました。足元スペースとしては身長170センチのドライビングポジションに合わせた状態で足を組むことができるほど広大であり、全長に対するホイールベースの長さが生きており、非常に印象的でした。センタートンネルがなく、ほぼフラットである点もこの開放感に寄与しており、これであれば5人乗車の状態であっても、少し足をかがめる状態となるだけですので長距離ドライブも問題ないかと思います。センタートンネル上部にはエアコン吹き出し口と後席シートヒーターボタンが集約されていたりと、後席快適装備もかなり充実している印象です。センターアームレストに関してはドリンクホルダーが備え付けられたオーソドックスなものとなっています。後席には若干のリクライニング角度をつけることができ、ご覧の角度差をつけることができます。ただ、差としてはわずかであり、そこまでに室容量も拡大されないかと思いますので、基本はリクライニング角度大きめで問題ないかと思います。シート形状はこのようになっており、素材は全席同様スウェード素材で覆われており、非常に高い質感が担保されています。またご覧の通り、後席としては珍しくかなり深めの立体構造となっており、後席においても乗員を包み込むシート形状となっています。このシート形状であれば、長距離ドライブであっても疲労なく対応できることが想像できるシート形状となっている点が印象的でした。その他快適装備としてはこちらのパノラマルーフが挙げられ、オプションとなっている点が注意であり、
後席の快適性に大きく寄与する装備かと思いますので、なるべく選択したいところです。またこのパノラマルーフにもバリエーションがあり、調光機能のありなし仕様が存在します。調光なし仕様でも UV カット機能が付与されていることで快適性においては問題ないかと思いますが、開閉機能がなく、調光機能がないと頭上から丸見え状態となるため、プライバシーなどの観点から調光ありが必須の方もおられるかと思いますので注意です。改めて内装の前景です。レクサスの新世代の内装コンセプトである手綱コンセプトにのっとったドライバーオリエンテッドなコックピットとなっていることがよくわかります。結果としてかなり物理ボタンが絞られているため、直感的な操作のためには音声認識機能などの充実などが必須となってくるかなと思います。まとめです。外観に関しては EV 専用となることでグリルレスのデザインとなるフロントフェースをスピンドルボディというデザイン言語へと発展し、レクサスらしいデザインを残しつつ EV に求められる機能要件を両立させている点が秀逸であり、個人的には現行のレクサス車の中では1、2を争うぐらいに好みのデザインとなっています。内装に関してはスウェード素材がふんだんに使用されていることで食感も含めた質感が担保されており、加えてイルミネーションを用いた光による演出も加えられたことで、兄弟車である BG4X との差別化がうまくなされているように思います。また、手綱コンセプトにのっとった運転に集中できる内装の雰囲気は個人的にはかなりしっくりきましたので、今後のレクサスの内装デザインが非常に楽しみです。運動性能に関しては BG4X の市場においても加速感や静粛性において不満はありませんでしたので、それ以上のスペックを有する RG であれば普段使いにおいて不満が出ることはそうそうなく、必要十分以上のレスポンスをしてくれることと思います。懸念点としてはステアバイワイヤが現時点で不採用であり、RG 本来の性能が発揮できないのではという点と EV としての使い勝手の点です。おまけです。昨年12月のニュースで RG500E、550E の商標が米国で特許申請されたそうです。この名前から RG の高性能仕様と予想され、450E に関しては前輪に 150kW、後輪に 80kW のモーターとなっていますが、後輪にも 150kW を搭載したカスタム仕様もオートサロンで公開されていましたので、今後の動向に要注目となっています。今回の動画の内容は以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。また、ブログも運営しており、そちらでも自動車関連情報を発信しておりますので、概要欄のリンクからぜひご覧ください。これからも自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めてまいりますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。